こんばんは。今週のランク付け配信の時間がやってまいりましたと。今回びっくりしました。みんなよく頑張って書いてきてました。素晴らしい。やりますか、ランク付け。ランク付け。やすとしはこんな感じです。未熟はもう未熟。まだまだ伸ばすところいっぱいあるよっていう感じだね。次、一歩足りないって子は、パッと見うまいけど、このあたりはまだまだやから、ここのあたりをもっと突き詰めていくと仕事できるよって感じ。で、これぐらいかけたら、もう仕事で学んだ方がいいよと。仕事来るから仕事でも生まれなさいよって感じで。それでやっていこうかなと思います。一番最初、あり慣れ。一級建築士の私が死亡フラグを立てて出られない部屋を攻略する。これは、パッと見たときに、死亡フラグを立てないと出られない部屋っていうのがよくわからない。まず、設定あるけど、ライトノベルを買いに来る人が、設定読むと思うか？設定を読まないと表紙の意味がわからないっていうのはダメだ。これはでも C にするには忍びないかな。忍びないからまあ B でいこう。次。セイレーンはなぜか俺にだけ歌わない。銃が普通すぎるな。ライトノベル層の人たちっていうのは基本的に中二病やから、銃のデザインとかはね、赤いラインとかね、中二病感満載なね、カスタムをしておくのよ。せっかく2人がいてるんだったら、音符のやつとかをデザインとかに組み合わせてほしいところあるよね。ここに音符みたいなのがついてたりすると、セイレーンの女の子の能力で増幅させて、それで銃で撃つのかな容易に想像できるやん。ねえ、こういう服を着るときはね、腕章をつけとくのよ。腕章っていうのはなんだかんだで中二病アイテムだから。じゃあこれは、なんたらかんたら師団隊長のマークみたいな電飾が上がんのよな、これ。いいですね。画面偏差値ゼロのヒロインの彼女、可愛さカンストさせたった。この目はしなくてよかったな。ギャグっぽい。普通に驚いてる感じでよかったかな。目のハイライトとかをハートにしときゃよかったね、これ。で、主人公を入れてもいいけど、後ろのところに顔面偏差値ゼロの姿みたいなんを、ふへへへ何々しみたいな感じで載せておくのもありやったかもしんないけどね。写真立って置いてても全然いいかもしれんけど。主人公とモブの私みたいな感じで写ってても全然いいかな。これも B かな。じゃあ次、ジョンマン。異世界語の学び方。コミカライズみたいな表示やな。もう少しね、異世界のものを多くしてほしかったかな。別のア人種みたいな多くのやつがいてるだったりだとか、そのあたりわちゃわちゃさせてる方が異世界頑張って学ぼうとしてるんだなっていう感が伝わったかな。B が続いてますね。惜しいですね。まあ次、パフに落ちこぼれの竜騎士が最強に至るまで。最強に至るまでって書いてあるやんか。こういう書き方をするんだったら、かっこいい構図の方が良かったな。くじけそうになってますよみたいなポーズあって、後ろから抱きしめてるだったりだとか、ぐわーっといてるなりだとか、みたいなの方が盛り上がるかな。後ろの竜のおかげで強くなっていくのかな、みたいな物語とかの方がまあ、やっぱりタイトルとしては伝わりやすいかな、こんな感じで。これはちょっと C ですね。はい、次、穂積、お嬢様の遊戯。タイトルも関連性もちょっとわからんな。オカルト的って書いてあったりするけど、ここの要素はもうちょい強めにしとくべきやな。ここにさ、ただ人の手が乗ってるとかでさ、急に変わらへん。血のようにこう垂れてるみたいな感じとかになったらさ、空気が変わるやん。さっきの状態やったりすると、あんまりホラー感ないよね。これは一体何っていう。俺は C だ。桜蓮太郎。これはね、何もわからん。ソードアートオンラインってあるじゃん。全部カタカナやん。でも、ソードアートオンラインって聞いたらさ、剣使う物語なんかなみたいなんてわかるじゃん。こういうのが大切なのよ。インフェクションコードって言われても、凶暴なウイルスによって人間は凶暴化しっていう感じらしいんやけど、これウイルスやねんやったらやっぱゾンビもん。コードってなってくると文字を思い浮かぶと思うねんな、みんな。だからウイルスとかなんじゃなくて、謎の刻印が現れるとかの方が良かったんじゃないかな。じゃあ、思い浮かぶじゃん。ちょっと C ですね。次、異端。魔術学院で最弱の霊、未来視できるクメラスみたいな最強扱いされてます。タイトルはすごく読んでみたいなと思いました、これ。でも、魔術学院っていう割には、主人公たちの服装があまりにも現代やな。あんまり魔術っぽくない。これだったら、ちっちゃく持っていって、この女の子だけはもう、あなたのことをもう絶対見てますよと。ぐらい迫力あってもよかったかなと思った。なんで天才が見てんのって感じになるか、ここで普段書いてる煽りの練習を活かしてやったりするといいんじゃないかなって思うけどね。あまりにもこういう裾回りとかが現代なのよ。そういう時に貴族っぽいものの服とか勉強しとくべきよ。襟元だけ、この辺りだけしっかり膨らんでるとかね。変わった形のスカートにしておくだとか。魔法の世界観らしいものはもっと入れてほしかったかな。タイトル賞をあげる。タイトルは一番読んでみたい、これ。次、アジコ、ドラッグエディション。
タイトルのゲームっぽい感じとキャラクターたちの雰囲気が全然違うな。結構これポップな感じがするから、こんなのつけたりして、釣りの形とかがすごい好きそうな、デザインの女の子とかがいるのかなみたいな感じがすごいするけどね。主人公買ってボタンとかもさ、薬の入れる錠剤みたいな感じで結構でかいのつけてるとか、せっかく薬っていうところをアピールする割には世界観がよくわからない。あとやっぱタイトルもよくわからんね。ドラッグエディションって言われても何すんのって感じがするから。うずら、次。メイドのメイド。これだったら背景がやっぱ寂しいな。メイドカフェのなんか装飾みたいなのを書いてほしかったな。あと、ライトノベルであまりやったらあかんのは、キャラクターちっちゃいのは良くない。例えばここに表紙があったとして、パッて手に取ろっかなって思うのって、この時点で結構決まってるやろ。これにならへん？やっぱりキャラクターがドンってあるやつを取りがちになんのよね。いっそのことこれぐらいでかくしてても全然いい。これぐらいやったら、この3人の女の子と男の物語か、みたいな感じ。次、無能同士の俺と猫耳聖女。実は最強だった。挿絵のワンシーンみたいになっちゃってるな。主人公はこれでいいから、女の子の方はもっとドアップでよかったかもね。だいたい主人公の顔の2倍ぐらいの大きさが定番かな。でもファンタジーもんってのはよくわかるよな。クオリティ的にはいいですね。でも、これもまだ B なんだよな。次、現代人類最高峰が新人類に。これとこれが合わない。新人類に挑むことと23時57分が全く結びつかない。これを消したらさ、もうめちゃくちゃ簡単にミステリーもんになるもん、これ。後ろに絵がドーンとあって、で、これが2時3時57分を指してるみたいな感じのやつとかで、やればミステリー小説になったかなって感じがするけどね。これ時計みたいなの持ってると。これ繋がるじゃん。手が見えてんねんけど、黒い手袋みたいなのしてるやつがこう実はこう持ってるみたいな感じ。黒幕の手なんだけども、これが最後の最後でわかるみたいな。タイトルとイラストの親和性って大事なのよ。これは C かな。オルテスくん、全体見せ次やな、これも。こういう時は主人公の顔を見せなくていい。基本的にライトノベルって自己投影して見るもんだから、あんまり主人公がパッと決まってたりすると、それだけで撮らないという層がいるという。だから、挿絵とか小説内だけで見せるみたいなね。主人公は目線だけ切っといて、女の子を先にやっぱボーンとね、挟まってるみたいな感じで書いた方がわかりやすいかな。あとやっぱりタイトルをね、顔に侵食してるのは、これは良くないね。C.5 やな。で、限り、天使だった私が落ちぶれて魔王になったけど、働きたくない。どことなく天使みたいな要素、残ってた方がなんか良さそうな感じがするな。魔王になっちゃったから黒くなっちゃったんだね、みたいな。魔王様はやはり天使様なのですね、みたいな感じのセリフとかもやっぱ出てきそうやから、その時に天使要素みたいなた方が伝わりやすいかな。2.5 やな。次、さつま揚げ。ラウネの気まぐれ。これは、ライトノベルっていうよりかは、漫画っぽいな。あと、この真っ赤っかっていうよりかは、二人で暮らしてるんだろうな、みたいな雰囲気のある場所。二人のやっぱ生活感みたいなのを描くもんだと思うのよ。こういうのが良かったかなーって感じやな。これもちょっと C かな。サンマ。これはもうまさにそうやな。主人公を出さない方がいい。女の子の方、もうちょいでかくできるやん。あとは、推し活って言ってるんだったら、アイドルらしいフリフリはでかく。魔法少女一歩手前ぐらいでかく。これは B かな。でも、みんな結構形になってると思うわ。10年前ぐらいだったりすると普通にこれぐらいの表紙全然あったはず。次は、世界樹の勇者。なんで教室でこれやってんのって感じがすんのよな。世界樹みたいな後ろに立ってる方がすがすがしいかな。例えばやけど、この真後ろなんじゃなくて、建物だなっていう風な分かるものをとりあえず書いときゃいいのよ。書いてる上で、なんかあるぞみたいな。書いとくのよ。こっちのは世界樹感は出たかな。ワクワクするっていうのは、結局世界が未知なるものが広がってるなっていう風なことやから、やっぱ近いと良くないのよね。これは C やな。次、ネギ。幼馴染は王子様。シンプルだけどすごくいい。これだったら、これの方が伝わるかも。スパイファミリーの表紙ってこんな感じなんわかる？それシリーズでできるんじゃないかな。5人ぐらいいてて、毎回椅子になって座るみたいな感じのやつにすれば結構いいんじゃないかなって思う。でもライトノベルかと言われたら漫画の方が近いかもしれない。ライトノベルだったら、って感じになっちゃってんだよね。ここに置いても雰囲気が違うやろ。ちょっと別ポジ。じゃあ次、ペリエ。神の言語、解読します。ここにマークがついてるやん。これとかが一緒にしててもよかったんじゃないかなと思ったけどね。これでこの子読んだんかなっていう風みたいな。でもこれで、のほほん系で行くのか、戦闘系で行くのか、わからないね。目ポーズになってたりしないと、そうなっちゃうよね。これは B かな。次は、
困る。めっちゃよくできてるね。モグ顔女子に胃袋掴まれたんだが。まあ、わかりやすいよな。絶対料理系なんだっていうのはわかるよね。これは全然 A でいいでしょう。方向性がめちゃくちゃわかりやすいし、で、主人公も主張しすぎない大きさになってるし、主人公一応顔ついてるけど、もうこんだけ女の子大きかったらやっぱ見ないよね。女の子しか。主人公は背景で収まってる。これは良いですね。まあ、せっかく料理上手っていうところがあるから、これ桜だったら当たり前っぽいから、ここにタコさんウインナーつけてても可愛いと思うよ。あとはそういうところかな。配色もすごい綺麗になってるし。これはいいでしょう、A で。A のやつはちゃんと A だよって。分からされちゃったよ。はい、次。ネギ。大魔女の弟子になったら修行どころか家事ばかり。まあ、これは日常系ラノベって感じだな。やっぱ主人公がでかいんだろうな、基本的に。まあ、主人公はね、サブであるべき。これは美少女系のライトノベルの話。まずはこの女の子の自己紹介的な感じで、主人公の方見やんくてももう全然いいわ。あーまたこの逸話みたいな感じで。で、してる方が、まあやっぱライトノベル表紙っぽいかな。やっぱ均等に分けちゃってるな。均等に分けるんだったらユリ。でも男、女っていう風にするんだったら、主人公はモブであるべき。次は、一条レモン。神の写しみと裁きの聖典。これも漫画やな。ライトノベルっぽいのは、左右でいてたとしても、片方がメインっていうのが分かりやすいのよ。例えばやけど、手前にこう人がいてて、この辺りに後ろいるとか。僕たちはどっち側を眺めるものなのかってことやな。一旦ちょっとこっちに戻るで。この物語の時に誰に見ればいいんですかってこの子になるね。で、やっぱりこっちになるよねと。っていうのがやっぱ決まってるんだわ。ライトノベルの場合やったりするとさ、漫画と違って絵がついてないから、誰を見たらいいのかっていうのをアドバイスするためにもメインキャラクターを大きめにしてるんじゃないかなって今思ったわ。だから後ろの彼女をでっかく映すだけで急にライトノベルっぽくなるんじゃない。ほな次、勇者に呪いと愛を元し。ちょっと3人も出てきてぐちゃぐちゃになっちゃってんな。まずこの2人の自己紹介をすべきやな。2人でやっていきますよ感がやっぱ欲しいな。この人はサブヒロイン的なやつやから、背中向けてこの2人を見てるわよみたいなぐらいの存在感でよかったかな。後ろの人が結構目立ちすぎ。呪いと愛っていうのがもうちょっとわかるようにしてほしかったな。次、抹茶。聖女様は僕の心音管理者。クオリティはともかく表紙としてはいい。この場所がいいんだろうな。なんか握ってるってのと、やっぱインパクトがここに取られているから、これは構図としてはすごくいいですね。これは B でいいでしょ。次、ムムムヒロ。ムムムヒロ、うまいな。帯まで作ってるし。ありそうよな。パッと見で、事件追ってんだなっていうのはわかるもんね。いや、ようできてる。絶対にミステリーもんっていうのもわかるし、ただ線で書くんじゃなくて、紐で引っ張ってるっていうのもいいよね。やっぱ一発で、これはどういうライトノベルなんだろうっていうのはわかるし、絶対こいつ山田先輩なんやろうし。まあでもこれライトノベルとしては、山田先輩のビジュアルが普通やから、変わったところを入れといてほしいなっていうのはあったりするかな。髪の毛の一部がちょっと違うだったりとか、めちゃくちゃでっかい方がついてるとかね。山田先輩のアピールポイントが欲しいなって思う。あまりにもモブすぎるなっていうところがあるから、これも A でいいでしょう。ちょっと連続で、異世界トラック運送業勇者が不足しています。これはいい。めっちゃおもろそう。周りのキャラクターが古臭いかなとはちょっと思ったけども、主人公の顔がちょうどいいモブおじさん。で、ワクワクする。種族がこう、分かれてるってものだし、おじさんがこういう現代的な普通の格好してるからこそ、この周りの人たちがやっぱ映えるし、で、この中に、こういう秘書役みたいな人もいるよね、みたいなのもあるし、これよくできてますね。キャッチーがまたうまいね、やっぱり。今回見た中では一番ワクワクした。これも A です。ヨルタくん。これは2人で1組っていうのがすごい分かりやすいから、ど真ん中でドーンってやってる方が一応いいかな。で、お互い斜めを向かせない。部外者感出るから、やっぱ前向いてる方がメイン感が漂っちゃうのよね。だから、男主人公はちょっと下向いてる。んで、ヒロインの方とかは前を向かせるとかの方が、ポーズ決まってると思う。2人で行くぜっていう感じにやっぱなると思うのよね。前に飛び出そうっていう状態やから、動きを前に持ってこなきゃいけない。
真ん中にドーンっていってて、サブでいてるっていう感じ。力が斜めにそれちゃってるのはちょっとよろしくないかな。次、猫山田。僕のことが好きすぎるサキバス妹との恋愛フラグを回避したい。この彼女の方がそれすぎやな。がっつり前に来ててもよかったかな。縦に並ぶのもあんまりよろしくない。顔の高さがね。前後ってする感じ。なんでこれがいいかっていうと、奥と手前になるから、女の子が大きく見えるのよね。存在感がでかくなったりするんだよね。C かな。ごめん。次は、タイトルはね、顔に絶対かからないようにした方がいいね。手はやらない方が良かったな。やっぱ女の子はまずしっかり見せておいて、で、守るんだったらまあ、男の主人公の方にこうちょっと手当ててるとかでもいいし。やっぱり女の子の前に剣を出してるから、こう守ってる感みたいなやっぱ出たりするやんか。基本的にやっぱりヒロインを隠さない。これはちょっと C かな。次は、ぴょんか。罪と風紀と吸血鬼。ウェブコミックの表紙って感じがするな。だいぶ米って分かりやすくするんだったら、もっと顔近くても全然良かったかも。女の子の方だけ焦ってるっていう感じはすごくいいね。あと、ちょっと上から覗いてる風味してる方が、もっとドキドキ感は増したかな。今これ真正面やんか。ちょっと俯瞰で覗くような感じにした方が、迫ってる感がお互い出るから、もうちょっと可愛くできたんじゃないかなとは思うかな。B かな。みんな結構レベルが高いのよ。じゃあ、最後。アマジセンダラル島を開拓し、武闘派お嬢様の夢を諦めさせる方法。これもいい。よく書けてる。女の子以外は少し薄くしてることはいいね。何よりこのお嬢様、武闘派お嬢様っていうとこで眉毛をちょっと太くしてるっていうのがすごくいいね。単純にこの子のキャラデザがよくできてる。これでキャラ感がめちゃくちゃ伝わる。この太眉に下まつげにめちゃくちゃ自信満々の武闘派お嬢様っていうのはね、バッチリ決まってるから。ライトノベルの表紙として、ぴったし。しかも、剣じゃなくて斧っぽいんだよな。これは素晴らしいですね。よくできてます。というわけで、以上かな。結果発表。今回 A ランクに選ばれたのは、この4名です。A ランク、改めて見てみましょう。ピコマル、ムムムヒロ、草野、アマジ、おめでとう。この4人全部に言えるけど、設定の詰め方が分かりやすい。料理系ライトノベル、ミステリー系ライトノベル、お嬢様系、おっさん系ってもう一目でタイトル分かるよな。この4人はね、一貫して分かりやすかった。もう全然並んでてもおかしくないんじゃないかなって思う。余裕でありそうってのがやっぱり A ランクだね。あ、ネギは、これはちょっと特別賞やな。これは漫画の表紙じゃねっていうやつやな。漫画。一番どれ読んでみたいかって言われたら、異世界トラック運送業。でも、今回に限っては、よくみんなできてた。B の子も、作家さんによってはね、全然使ってくれると思う。クエスト添削をね、昨今の SNS を鑑みたりして、ルール改定すんのと、募集項目とかもね、ちょっと増やそうかなと思って。というのも、まあ、ぶっちゃけ、みんな、クエスト添削めんどくさいやろ。募集項目追加、クエスト添削やりたくねえよってやつが多分いてると思うので、SNS の添削か、画力チェックか、イラスト関係の相談。いつも描いてる絵がこんなんなんですと。ここの解釈がわかんねえす。かかげ先生だとどう描きますかみたいな。だから画力チェックってのも、私の絵古臭いって言われてるんですけど、どうしたらいいんですかとかに使って。イラスト相談の関係やな。先生、私の絵なんでどこが可愛くないんですかって言って。こんな感じのやつをやってください。まあそういう項目が追加しましたということです。次、ランク付け配信。1ヶ月に1回します。で、A ランクになった子は動画で紹介します。例えばやけど、A になった子は DM で、こういう仕事を希望してますっていうのを俺に送ってくれ。コロソの時みたいな感じで紹介してあげるから。こういうのを頑張りたいと思ってますみたいな文章を俺に投げてほしい。ソーシャルゲームの一枚イラストとか募集してますと。任天堂ダイレクトならず掲げダイレクトするわほんま。うちで育てた野菜を直接企業の皆様にリクルートしたいと思います。生産者の買い物載せとくわ。仕事のきっかけ作りかな。多少ルール変わってるかもしれへんけど、まあ大体こんなもんなの。